最近、イランのニュースってよく聞きますけど、正直なところ、遠い国の話でしょってちょっと思いませんでしたか？いやー、無理もないんですよ。多分、ほとんどの方がそう感じてるんじゃないかなと思います。でもですね、今日はそのニュースが私たちの毎日の生活にどうダイレクトにつながっているのか、その具体的な話をちょっとしていきたいと思います。ちょっと思い出してみてほしいんですけど、最後に車にガソリン入れた時のこと、あるいはスーパーのレジで、あれなんか最近払う金額がじわじわ増えてるなっていうあの感覚。実はあれ気のせいじゃないんです。で、その感覚の裏には、世界を揺るがすとんでもない出来事があったんです。2026年の2月28日、アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始しました。世界のエネルギーの流れがもうこの日を境にガラッと変わってしまうんですね。で、さらに衝撃だったのが、その翌日3月1日です。なんと37年ですよ。37年間もイランを支配してきた最高指導者のハメネイ師が攻撃が始まってからたったの24時間で亡くなったと報じられたんです。いやー、中東のパワーバランスがほんの一夜で塗り替わってしまった、そんな瞬間でしたね。じゃあ、その遠い国での出来事が僕たちの財布にどうつながってくるのか。ここからはですね、一旦政治的な話は全部横に置いといて、純粋に経済的な事実、数字だけを使って日本の家計にどんなインパクトがあるのか、冷静に見ていきましょまず、これを理解しておく必要があります。この危機のど真ん中、世界のエネルギー供給のまさに急所とも言える場所、それがホルムズ海峡です。この数字、見てください。これ衝撃的じゃないですか？一番狭いところだと幅がたったの34キロ。これだいたい東京から横浜くらいの距離ですよ。ちょっと想像してみてください。その細い海峡を世界で使われる原油のなんと5分の1が通ってるんです。そして今、イランがその海峡を事実上ブロックしてしまった。世界のエネルギーの大動脈がピタッと止められちゃったわけです。この状況、どれくらいやばいのか。ちょっと歴史を振り返るとすごくよくわかるんです。1973年の第一次オイルショック。きっかけは今回と全く同じ中東での戦争でした。当時の日本ではトイレットペーパーの買い占めパニックが起きて、あらゆるものの値段が急上昇しました。石油関連の製品なんてたった2ヶ月で 90% 近くも値上がりしたんです。もしかしたら僕たちは今また歴史の大きな分かれ道に立たされているのかもしれないですね。もちろん、1973年と全く同じというわけじゃないです。今の日本には、当時と違って254日分の国の石油備蓄がありますからね。これは大きな安心材料です。ただ、ここで絶対に勘違いしちゃいけないことがあるんです。この備蓄っていうのは解決策じゃなくて、あくまで時間稼ぎに過ぎないということなんですよね。まさに254日間のカウントダウンが始まったみたいなもんです。問題の本当のところは、このカウントダウンが終わる前に紛争が終わるのかどうかなんです。で、この円グラフが、そのカウントダウンが日本にとっていかに死活問題かってことを、もうこれでもかっていうくらい示してますよね。日本の原油輸入、なんと 94% が中東から。で、そのタンカーの8割ですよ。8割が今まさに封鎖されてるあのホルムズ海峡を通ってきてたんです。僕たちの生活って、実はあの細い海峡にものすごく頼ってたわけです。これが、この問題が決して他人事じゃない、動かぬ証拠なんですね。さて、ここまでちょっと大きな話をしてきましたけど、ここからはもっと身近な話。この問題が皆さんの家計に、じゃあ具体的にいくら負担になるのっていうところを見ていきましょうか。はい、こちらがですね、野村総合研究所が出した3つのシナリオです。一番楽観的なケースでさえ、ガソリン価格は1リットル204円。そして、もしホルムズ海峡の封鎖が長引くなんていう最悪のシナリオだと、見てください。1リットル328円です。328円。ちょっと信じられないですけど、今皆さんが払ってるガソリン代の倍以上ですよ。じゃあ、この値段を実際の家計に落とし込んでみましょうか。例えば、ご家庭で毎月50リットルガソリンを使うとしますよね。最悪の場合、ガソリン代だけで年間で今よりプラス10万円。10万円も多く払うことになる計算なんです。しかもこれ、あくまでガソリンだけの話ですからね。そう、
原油価格が上がるっていうのはガソリン代だけの話じゃないんです。電気代、ガス代、それから僕たちが毎日食べる食料品、その輸送コストにも全部乗っかってきます。専門家によると、これら全部をひっくるめると、標準的な4人家族で年間30万円、ひどい場合は50万円もの負担増になる可能性がある、と警告してるんです。いやー、これだけ影響が大きいとなると、一日も早く解決してほしいって思うのが普通ですよね。でも、状況はかなり不透明なんです。特に関係国のトップから出てくるメッセージがもうめちゃくちゃで、この矛盾したシグナル、どう読んだらいいんでしょうか。その典型的な例がこれです。アメリカのトランプ大統領。ある日は2週間で戦争を終わらせるって言ったと思ったら、次の日には2週間激しく攻撃するって言ってるんです。いやいや、終わらせるんですか？それとも激しくやるんですかって言ってること真逆じゃないですか。なんでこんな矛盾したことが起きるのか。ここで注目したいのが、トランプ大統領がこの紛争を戦争じゃなくて、ずっと軍事作戦って呼んでる点なんです。これ単なる言葉のあやじゃないんですよ。この言葉を使うと、議会の正式な承認がなくても、大統領の判断で行動を続けられるっていう、一種の法的な抜け道になるわけです。この軍事作戦っていう言葉こそが、実はこの紛争がずるずる長引くかもしれないっていう、一番のリスクを示してるんじゃないかと僕は見ています。さて、ここまで見てくると、もう先が読めなくて不安になりますよね。じゃあ僕たちはただ手をこまねいて見てるしかないんでしょうか。いや、そんなことはありません。ここからは、じゃああなた自身に何ができるのか、具体的なアクションプランを考えていきましょう。はい、この最後のセクションは、そんな不確実な時代を乗り切るためのあなたのための家計防衛マニュアルです。覚えておいてほしいポイントは、シンプルに3つです。まず1つ目、行動するなら、今です。パニックになる前に冷静に準備できる最後のチャンスが、この備蓄のある254日間なんです。2つ目、コストが上がることを前提に計画を立てる。電力プランを見直すとか、家計をチェックするとか、今すぐできることがありますよね。そして3つ目、ちょっとだけ視野を広げて、インフレ、つまり物の値段が上がっていく状況に強い資産って何だろうって調べてみることです。何も難しく考える必要はないんですよ。まずはここに書いてあるような本当に小さな一歩からで OK です。家の電気のプランを確認してみるとか、インフレに強い資産って一回検索してみるとか、今日始めるこのほんのちょっとした行動が1年後のあなたの家計をきっと大きく守ることになるはずです。かの有名な投資家、ウォーレン・バフェットの言葉にこういうのがあります。潮が引いた時に初めて誰が裸で泳いでいたかがわかる。まさに危機という名の潮が完全に引いてしまう前にちゃんと準備をしておこうねということですよね。本当に的をした言葉だと思います。さて、ここまで見てくださったあなたは、もうほとんどの人がまだ気づいていない情報と視点を持っています。遠い国の出来事が自分の暮らしとつながっているってことを理解したわけです。その知識こそが、これから何が起きても冷静に判断して、自分の生活と資産を守るためのあなただけの最強の武器になるはずです。さて、次回はさらに一歩踏み込んでみたいと思います。1973年のオイルショックっていう大混乱の中で、ただ守るだけじゃなくて、逆にその危機をチャンスに変えて資産を大きく増やした人たちがいたんです。彼らは一体何を知っていてどう動いたのか。その具体的な戦略を次回は解き明かしていきます。ぜひまたお付き合いください。